どうも、大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPhone 15 Pro ですね。Pro Max を重点的に見ていこうかなと思います。チタニウムね、来ましたんで、一応前回の動画で、全体的な発表内容みたいなのはこっちで話してるんで、見てほしいんですけども、来ましたね、15 Pro。本日ね、9月13日発表されまして、価格がね、15万9800円からなっております。ちょっと値上げしましたね。1万円値上げかなから1万5000円ぐらい。で、予約はですね、9月15日、金曜ですかね、の午後9時、夜9時で1週間後9月22日発売ですので、そんなまだ急がなくて大丈夫です。プロかプロマックスかね、迷うみたいな方が多いみたいなので、てか僕も迷ってるんですけど、はい。そこら辺も話していきたいかと思います。サクッとまずは見ていきたいんですけど、今回ね、A17 コンロチップっていうのがね、入ったんですけども、ちょうど詳しく見ますけど、これ結構ね、すごい。プロっていう、ね、名前がつきました。で、このチタニウムがね、今回素材がね、アルミから変わっております。丸みを帯びた。で、この光学ズームっていうのがね、入りました。15 Pro Max ですね。はい。で、あとはこのアクションボタンっていうのが、ここですね。このミュートスイッチに変わって入ったっていう感じ。いろんなこの機能をですね、割り当てれるっていうのが、ざっくりとしたこのハイライトにはなるのかな。このチタンがね、かっけんだよな、マジで。光学ズーム入っております。ここら辺がちょっとね、迷うポイントなんですけども、今回カラーが、このブルーチタニウムね、結構いいんですけどね。はい。デザインがこう見えます。かっこいいな。あと実機画像みたいなのもあったので、後ほど見るんですけど、これナチュラルチタニウムかな。今回多分これが推しっぽい。ゴールドの代わり色使いですかね。と、ホワイトチタニウムもかっこいいな、普通にな、これも。いいですね。はい。で、もちろんタイプ C ですね。USB-C 入っております。カメラは出てるな、でもな。はい。ブラックチタニウムもいいんですわ。これがね。ですね。はい。6.7 インチもありますね。でか。はい。今回ね、こう丸みを帯びたデザインになっております。カメラ。これがあれかな？アクションボタン。入ってますね。で、航空宇宙産業レベルのチタニウムになりました。医療から進化しましたね。本体重量も軽くなってます。で、ここはちょっと多分ね、エッジというか、ベゼルはちょっとだけ細くなりましたね。この中身はアルミニウムフレーム。はい。2種類の金属をつないでいるというところでございますね。100% 再生アルミニウム使われております。防水とか防塵とかは以前と同じ。で、ディスプレイとかもね、特に変わってないかなと思います。ダイナミックアイランドとこの常時表示ディスプレイですね。はい。スタンバイは使えます。もちろんね。今回この A17 Pro チップっていうのが入りまして、このゲーム体験っていうのがね、めちゃめちゃ上がってます。GPU 史上最大のアップグレードっていうことで、ゲームがね、かなりこれ面白くできるんじゃないかなと思っておりまして、圧勝のゲーム体験。今回このレイトレーシングっていうのが入ったので、よりこうね、現実の世界に近い、ライティングって書いてあるんですけども、現実世界みたいな影とかね、グラフィック、リアルな表現ができます。これスマホでなかなかね、ないもんなんで、レイトレーシング、CPU とか GPU 自体はめちゃめちゃ上がったってわけではないけど、12 Pro と比べたら 70% になっております。これは非常に面白い。カメラがですね、次世代のポートレートとかが入ってます。これ48メガピクセルとかは一緒かな。はい。で、今回7種類の撮影方法ができて、マクロをですね、深く映したりとか、0.5 倍超広角カメラ。これは一緒かな1倍、24ミリ、28ミリ、35ミリ。どんだけあんだって 48mm ミリ。で、今回この Pro Max にね、5倍の望遠が入りました。光学ズームが。これが結構一番の目玉な感じはしますけどね。48メガピクセル、24メガピクセルで自動的に撮影。すごい顔してんな、こいつ。今回このヒーフだったかな。48メガピクセルでヒーフっていうのが入るので、これでおそらく容量がね、結構減るんじゃないかなと思います。プロローでね、今まで撮ってたんですけど、結構容量ね、めちゃめちゃ食ってたんで、これがちょっとどのぐらいになるのかね、試してみたいところであるんですけども、かなりいろんな画角で撮れるようにはなりましたね。はい。で、このポートレートがですね、ライブフォトでもできるんだね。連続ズームを使ってクローズアップもできるし、はい。で、被写体というかね、はい。で、撮った後で、このピント、焦点を変えることができるようになりました。これ意外となかったんですよね。うん。より暗い場所でも、フォトニックエンジンですね。ここら辺はいいんじゃないかな。トゥルーデプ暗闇とかですね。シネマティックモードも、ちょっと進化したのかな、これ。光学ズームで、かなりいろんな画角で撮れるようにはなるのかなと思いますけどね。ビデオ性能。今回、ログは入って
ったけども、なんだかんだ、8K とかには対応してないですかね。はい。で、この空間ビデオ撮影っていうのがね、結構これすごくて、Apple Vision Pro っていうのがね、出たんですけども、それで、iPhone で撮ったやつで、この空間的な動画が見えるっていうね、3D 空間みたいなのが iPhone で撮れるという、これ結構すごいな。iPhone でどう見えるのかよくわかんないんですけども、これがVision Pro で見えるっていうこれやっぱ見たらすごいな。50万円ぐらいのやつですけどね、これ。はい。来年出ると。で、今回このポートレートモードが、ですね、勝手に写真撮ってる時に、多分人物とか人とか、人物一緒じゃん。犬とか、猫だったら自動的にポートレートモードにしてくれるというか、後ろぼかしてくれるらしいです。これちょっとね、使ってみたいですね、実際にね。面白い。Vision Pro。はい、120mm なんで、かなりですね、遠くを撮れる、綺麗に撮れるようになったね。プロのズーム。テトラプリズムっていうのがね、どうやら入ったみたいです。連続して反射させるとレンズの下を。はい。ちょっともうよくわかんないけど、手ブレ補正のシステムも、ちょっと微妙に変わったみたいですね。綺麗。撮影アシスタントということで、1倍になってるね。12 Pro Max と比べて2倍のズームレンジ。最大25倍までいけるっていうことですね。これちょっと試してみたいけど、どうしようかな。Pro Max めちゃめちゃ迷ってるんですけどね、正直ね。はい。で、あとはアクションボタンが入りました。で、ここがミュートスイッチがボタンになって、このいろんなモードを割り当て入れるって感じです。カメラ。これなんかね、実機の映像とか見たんですけど、カメラ。ここでシャッターとかもね、切れるみたいです。カメラだったらね。ライトつけたりとか、ショートカット入れれるんで、僕は決済系とか入れたいなと思いますけどね。PayPay とかピュッて出したい。これもかなりね、噂通りって感じかな。はい。で、今回は USB-C になりましたので、このデータ転送速度がやっぱプロモデルは速いんで、4K 動画とかよくね、撮って、じゃあ Mac とか、iPad とかもそうだと思うんですけども、送るのがね、やっぱ、AirDrop もできるんですけど、やっぱ時間がかかってたんで、かなり速くなるんじゃないかなと思いますけどね。接続の世界って書いてあるんですけど、はい。で、面白いのは、この外付けのドライブ、SSD、つければ、そのまま使えるというね、iPhone の中のデータを消費せずに、外付けドライブそのまま取れるっていうのが、結構これね、面白い機能なんですよね。USB-C デバイスを接続できるようになりました。はい。ただ充電スピードはね、どうやら 20W で変わってないんですよね。なんで、このまま、プロレズかな。例えばプロレズ結構ね、特にめちゃくちゃ容量食うんで、挿したままずっとこうつけれるっていうのは面白いかな。4K60fps に対応っていう感じですかね。はい。あとは Wi-Fi 6E とか、はい。スレッズ無線通信とかもちょっと後で見ますかね。バッテリーに関してはね、ただちょっと残念ながら14 Pro とかと、一緒ですね。ただ A17 Pro になったのでどうなんだろうね。3ナノメーターチップになったので、実際いいんじゃないかなと思ってるけど、これちょっと使ってみないとね、なんとも言えない。で、マグセーフの充電スピードとか多分変わってなかったですね。はい。衝突自己検知とかは、前から入ってるっていう感じなんで、そんな感じかな。15はね、あるんですけど、っていうところで、ゆっくりね、比較をしますと、Pro Max Pro、こっち14 Pro なんですけども、こう見るとやっぱ結構丸くなったなって思いますね。Pro Max は189,800円からなんですが、今回変わったところで言うと、このスイッチもアクションボタンのところですね。と、はい。ダイナミックアイランドはね、13より前は入ってないですけど、チップはそうだし、カメラはね、そんなでも基本的には変わってないかなって感じで、この光学ズームのオプションがやっぱり、プロマックスがありますけど、この、再生時間、バッテリーはやっぱりもちろんプロマックスが一番いい。はい。USB-C はね、やっぱ絶対違うというところで、そんなもんかな。ステンレスからチタニウムになりました。で容量はね、今回、プロマックスは256ギガからになってます。128はないですね。あとはでも同じところで、画面とかも基本的にね、一緒ですね。最大輝度とか画面の明るさとかも変わってない。で、今回やっぱ大きいのがこのサイズ感ですね。20g ぐらい減ってます。はい。で、14 Pro Max が 240g だったのが、221。はい。で、サイズ感もね、これ全体的に1センチ弱、0.8 ミリぐらいかな。だいたい1センチぐらい幅がちっちゃくなってんで、これ結構持ちやすいんじゃないかなと思いますけどね。ただ厚さはね、ちょっと厚くなってます。15 Pro、Pro Max ともに。ここをどう感じるかっていうところではあります。多分重量が軽くなってるんでね、大丈夫だと思うんですけど、チップはいいとして。カメラはなんでこの光学ズームぐらいかな。見た感じそんな。はい。一応、センサーシフトは一緒だよね。そんなもんかな。動画に関してはこの、プロレスが 4K60
60fps。まあ一応 60fps 対応しました。で、14 Pro にしようか。Pro Max は 128GB のモデルはね、ちょっと使えなかったんですけど、4K。はい。まあ今回全部使えるようになってますね。あとログビデオとか、まあアカデミーこのカラーエンコードとか入ってますけど、あんま変わんねえんじゃないかなと思うけど。こんなもんかな。でもね、はい。見た感じでもね、そこまで変わってないかな。あとまあ第一世代この超高域帯チップが入ったんで、Wi-Fi 6E も対応してますね。うん。サブ6のみかな、今回もやっぱりね、5G は。スレッドネットテクノロジーっていうのがなんか、スマートフォームのなんか無線規格みたいなやつらしくて、ただね、あんまりこれ意味ないみたいな。そもそも Apple 製品対応してるのがね、ホームポットとなんか Apple TV ぐらいしかなくて、まあ、あんまり気にしなくていいと思います。まあ、これも一応、まあ、探しやすくはなるのかな。エアタグとか。あとはまあ大体一緒で、まあ、バッテリー時間もですね、全部同じでございます。プロもプロマックスも。はい。もう全く同じですね。まあここがちょっとどうなるのかっていうところではあるんですが、はい。あとまあちょっと簡単に実機がね、このAnkyne Reviews みたいな、まあ多分本社でこれ見たんだと思うんですけど、これがチタニウムかな。まずチタニウムホワイトが結構ね、かっこいい普通に。ガラスバッグで横のこのやっぱチタニウムがねめちゃくちゃいい感じではありますね。ああかっこいいなおい。これははい。まあでも前はちょっとなんか薄くなっているように見えるけどね。うーわかっこよ。かっこいいですな。はい。で、違う、チタニウムブラック。いや、まあこれもこれでいいけど、まあでも結構マットブラックっぽいなっていう。あんまでも14 Pro とパッと見そんなに違いはわかんないかなと思うんですけど、いやでもまあかっこいいけどね。めちゃくちゃ側面こんな感じ。アクションボタンのは、これでこう割り当てれるみたいですね。いろいろね。楽しそう、楽しそう。で、これでブルーがね、結構いいんすよね。これちょっとダークブルーさ、チタニウムブルーか。うん、結構いい、かっこいいんだよな。これちょっとね、カメラやってるね。あ、でも3倍だからプロか。これがめちゃくちゃ迷うね、これはね。かっこいいんだけど。はい。で、僕は一応チタニウムには しようかと思う。いや、これもでもね、かっこいいんだよね。ちょっとグレーと、どうだろうね、ゴールドの間みたいな感じではあるんで、側面もいい感じなんだよね。かっこいい。これで軽いっていうのがね、はい。あとなんかこのケースもね、新しいの出てるんで、そうだね、このウォレットとかもね、全部出てましたね。いや、いいな。うわかっけえな。てか、これすげえ顔してるけど。さあ、で、じゃあどれを選ぶのかと言いますと、今んとことりあえずでも15 Pro かなっていう感じではあります。15 Pro の、ナチュラルチタニウムかな、でもな。いや、でもブルーチタニウムもめちゃくちゃ、今、迷ってますけど、256かなって思います。で、15,000円差かな。で、こっからあとは3万円差で512テラなんですけども、128だとね、やっぱちょっと足りなかったですね、僕は。写真とか、動画結構撮るんだったら、やっぱりね、4800万画素結構、容量食うんで、皮膚が入ったとはいえ、どうなるのかっていうところはあります。はい。で、プロマックスが、今回256からになってるんで、価格が189,800円。20万近くにはなるんで、価格差としてはなんで、15,000円ぐらい ?17 万。そうですね。1万だいたい5,000円。ただ128がないので、そこがね、プロマックスどうなのっていうところはあるんですけども、はい。一応 iPhone 15が12万4,800円。で、14がね、11万か。なので、なんかあんまり安くなってないっていうところはありますね。ということで皆さんでどのモデルが気になるでしょうか。ちょっとこの15とかも他のモデルと比較して動画撮ろうと思いますので、ぜひね、ちょっとチャンネル登録してお待ちいただければと思います。僕でもナチュラルチタニウムかな。はい。で、昨日一応ね、さっきみたいに動画出してますんで、知ってみてください。あと、Apple Watch とかも他、出たので、これもちょっと解説していきますので、お待ちください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またね。ブルーもいいねー。やばい。この動画下に貼っときます。